こんにちは。今日は円光寺に来ました。日本庭園好きの自称庭女子の私が素人なりにここのお庭の鑑賞ポイントをお話しさせていただきます。円光寺は京都市左京区にある禅寺です。最初は徳川家康が伏見区に学僧の教育のため学問所として建てたのが始まりです。その後、何度か移転しましたが、江戸時代初期の1667年には、現在の地へ落ち着きました。明治時代には、廃仏毀釈で、お寺は一旦廃れますが、その後、尼寺として無事に再興されました。円光寺の境内三条にある東照宮の横には、徳川家康の墓を埋葬したお墓もあります。ここのお寺には、ご紹介したいお庭が2つあります。池泉回遊式の十牛の庭と、本流亭という枯山水です。この参道を登った先に、まずは、最初の本流亭があります。こちらが本流亭です。このお庭は白砂を雲海に見立てて、天空を自由に走る竜を岩組で表現したもので、50色のデザインだそうです。こちらの岩組が竜の頭です。岩組から斜めに突き出しているのは竜の角です。そして、河原で竜の体を表現し、苔山が竜の背中を表現しています。また、その他に、斜めに林立する石は稲妻を表現しています。これらの石は井戸の廃材が使われています。しかし、このお庭はまだ完成していません。実は、あえて未完成のままにしてあるそうです。なぜなら、お庭を見る私たちの存在があって、初めて完成するそうなのです。なんて素敵な作品でしょうか。では、次は、このお庭の隣にある十牛の庭をご紹介します。入ってすぐに、たらい型の水金窟があります。この形の水金窟は珍しいので、円光寺型と呼ばれます。水金窟は、その注がれる水によって、琴の音のような音が反響する仕組みになっているちょいず鉢で、日本庭園の装飾では最高技術と言われています。この十牛の庭は、禅の入門書十牛図を題材にした庭です。十牛図とは、悟りに至る道のりを、牛飼いの子供が牛を探している様子に例えた書物です。その話とは、こうです。子供は、牛を捕まえたくて、探し始めます。そして、牛の足跡を見つけます。子供は、牛の足跡をたどり、さらに歩みます。そうして、やっと、牛の姿を発見しました。近づいて、力ずくで牛を捕まえようとします。しかし、なかなか捕まりません。悪戦苦闘の結果、なんとか牛を飼いならすことができました。そして、牛の背に乗り、家へ帰ります。家に帰った子供は牛のことを忘れ、毎日と変わらない日々に戻ります。この話では、牛は仏心を指し、それを捕まえることは、悟ることを意味します。しかし、子供は、牛のことを忘れて、また、日々の生活に戻ります。それは、自分は悟ったということを意識しないところに、本当の悟りがある、ということを意味します。すべては自分の心次第。普段と何も変わらない日常が、そのまま悟りの世界であるということを伝えています。そして、最後に、
この十牛の庭には竹やぶがあります。この竹やぶは孟宗竹林で日本絵画の大家丸山応挙がこの竹やぶを気に入りよく訪れたことから応挙竹林とも呼ばれます。丸山応挙はこの竹やぶを内工風竹図屏風として書き残しています。この雨に打たれても風に吹かれても美しい姿を見せる竹林の風景はあるがままの姿、そのままで美しいという前後の西風集竹を動かすという言葉をそのまま表現しているかのようです。今日は円光寺の2つのお庭を紹介しました。私たちもこの美しい世界の一員であることを教えてくれる本流庭と禅の悟りを体現できる十牛の庭。どちらのお庭も私たちを優しく迎え、包んでくれるようなお庭です。ここのお庭で美しい風景をめでながらゆっくり過ごすことで、また明日からも頑張れるようにきっと心が整っていくでしょう。ぜひ拝観されることをお勧めします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録といいねボタンもお願いします。ではまた次回。